そしてこうやって涅槃の姿を見せるというのが後に説かれる如来寿量本につながっていくんです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第28回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら仏教に関することなどをなるべく簡単にお話ししています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので少しずつ聞いてください。そして仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。年の瀬が迫ってまいりまして大変寒さが厳しくなってきました。どうぞ皆様くれぐれも大事にお過ごしいただければと思います。では今回のお話です。現在は法華経の序本第一を皆様と読んでいっています。歌談で言うと、法華経の釈文、序文の序本第一、まず最初の最初でございます。前回は四度の六髄までお話をしました。領寿山という山に釈尊がいらっしゃいまして、そこに説法を聞くためにたくさんの方々が集まってきたわけです。菩薩や修行者、また一般のご信者さん、それから諸天前人も集まってきました。集まってきた方々は釈尊に挨拶をしてそこに座りました。すると釈尊が気髄を見せ始めます。6つの素晴らしい髄相を見せるのですが、それは前回お話ししましたので、そちらをご覧ください。その髄相の最後に、方向明髄というものがありまして、方向明髄ですね。この方向明髄は、白毫から光を放って、東方の国土世界を照らしたものです。ここまでが、この土、今いる世界で、ここから東方の国土世界で起きた髄相なので、他の国土という意味で、他土の六髄とこうなります。この四度の六髄も他土の六髄も別に覚えることではないのですが、せっかく様々なことが説かれていますので見ていきたいと思います。まずは見六種髄です。このようなお経文が出てくるんですね。この世界においてことごとくかのどの六種の衆生を見というお経文です。意味は、この世界において、この世界というのは今私たちが住んでいる世界ではなくて、先ほど釈尊が白毫の光によって照らし出した東方の国土世界のことですね。光に照らされた世界の中にそれぞれ六道の衆生が見え、六種は六道ですね。ここで六道というのが出てきます。これが今日の話の本題になるわけですが、仏教に詳しい方などは六道のことをご存知かと思います。六道輪廻という言葉も聞いたことがありますでしょうか。まず、六道とは、ここでは道で分解されていますが、境外でも分解されまして、それが以前にも少しお話ししました十界の中の6つの境外のことです。下から地獄界、餓鬼界、畜生界、修羅界、人界、天界の6つです。人界と天界は人間界とか天上界と言ったりもします。こういう6つの境界を輪廻するということですね。輪廻は俗に生まれ変わるということです。今の人はどれだけ生まれ変わりということを信じているのかなというふうに思いますけども、最近流行りの映画や文学、漫画、また楽曲などを聞いていますと、これは随分若い人の間で生まれ変わりということが受け止められているなというふうに感じます。漫画などでも異世界転生ものなんていうジャンルが流行ってるらしいですね。
これはNHK が定期的に行っている宗教調査みたいなものがあるんですけども、実際の数字として出てくるんです。概要欄にリンクを貼っておきますが、簡単に要約すると、宗教を信仰している人が 39% に対して、宗教を信仰していないという人は 49% だそうなんですね。で、宗教を信仰してない人の方が多い割合としては多いわけです。一方で、祖先の霊的な力とか死後の世界、それから輪廻転生、生まれ変わりですね、などの宗教的なものがあるかと思うか、それを尋ねたところ、あるという人が4割程度を占めるわけです。そして意外なことに思われるかもしれませんが、こうした宗教的なものの存在を信じる人の割合は若い人ほど高く、高齢者になると少なくなる。そういう傾向があるそうなんですね。特に30代女性では、こうした宗教的なものの存在を信じるという割合は7割を超えるそうなんです。宗教への信仰が年齢が高くなるにつれて増えていくのとは対照的に、こうした宗教的なものの存在を信じる人の割合は若い人ほど高いということだそうなんですね。面白い結果だなというふうに思います。つまり宗教を受け入れる人は年齢が高くなるほど多くなるのに、実際宗教的なこと、一般的にですね、宗教的なことと言われるものに興味を抱く人は若い人の方が多いという結果なんですね。ちょっと話がずれてしまったんですけども、この輪廻というのは受け入れることができる人には非常に納得のできる思想として存在しています。もちろんこういった思想を受け入れがたい人もおられまして、人生この世の限り一回こっきりと思う、そういった方がおられますね。何度も生まれ変われるなんて信じられない、そういった考え方だと思います。私はどちらかというと生まれ変わるということはあるのかなというふうに思っています。ただ、例えば輪廻を信じるとしても、これは受け止め方を間違えないようにしないといけないですね。前世の業とか、そういったものに縛られすぎて、自分の行動や生き方に制約を生むようなことはあまりよくありませんし、また世間にはそういった行動や生き方に制約を生ませるようなことを言ってくる人、そういった人が結構多くいます。輪廻というのはあくまで過去、現在、未来を通して自分を見るということですから、今の自分をしっかりと支えるような、またよりよく生きていくような、そういった思想として受け止めていっていただきたいというふうに思います。また、法華経でいうところのこの六道というのは、単純な生まれ変わりというよりは、一瞬一瞬の自分の中にこの六道を含め実界というものを見ていきます。これから六道を説明しますが、今の自分というものに照らし合わせて、自分が瞬間瞬間に六道をぐるぐるしていないかということを感じることが大事であるわけです。では、まず、六道の最初、地獄界ですね。地獄界は、これは究極の迷いと苦しみの世界を言います。よく地獄絵図というものがあって、鬼に苦しめられている様子がありますが、単純にそういう地獄に落ちるということもそうなんですが、私たちが本当に悩んで、苦しんで、どうにもならない時というのは、本当に地獄のようですね。また、恐ろしいのは、そうやって悩んで苦しんでいることを自分自身が分かっていなくて、さまよっている状態というのも地獄の状態にあるようです。なんだか良くないとか、なんだかうまくいかない。そういう何とはなしに迷っているような、苦しんでいるような、そういった状態も地獄なんだそうなんですね。とにかく恐ろしいですが、割とそういう状態に陥りやすいのが人間というものなのかなというふうに感じています。次が、餓鬼界です。これは、貪りの心が強い状態。とにかく欲しい欲しいが強い状態を言うそうです。この餓鬼界には36種類もあるそうなんですね。で、その36種類の中を見ていきますと、ただ欲しい欲しいというわけではないということがわかります。で、その36種類の中でもとても厄介だと言われているのが
うざいガキです。うざいガキですね。私たちは物がないから物欲があると思っています。でもそれは間違いだというのがこのうざいガキでして、うざいガキというのはたくさん持っているのに欲しがる様子を表したガキ界だと言われています。確かにそうだと思いますが、現代というのはとても物に溢れた時代で、ある意味裕福な時代だと言えるとも思います。しかし、人間が欲しがる様子というのは収まることはないですし、むしろどんどん強くなっているようにも感じます。そう考えると、現代はうざいガキだらけなのかもしれないですね。次は、畜生界です。畜生界は自己保存に無我夢中になっている様を言うそうです。その様子を畜生、動物に例えたようなんですけども、研究が進んできた今では動物の方がよっぽど生命を思いやっているようですから、人間が畜生と呼ばれても仕方ないように感じます。次は、修羅界です。修羅界というのはとても嫉妬が強く、争いを好む状態と言われています。嫉妬は非常によくありませんね。多くの争いの原因になります。ところがこの嫉妬心というのは誰しも持っていて、しかも自分で嫉妬しているとは思っていないところが非常に厄介です。この嫉妬は小さな個人間の争いを生むこともありますし、大きなところで言えば戦争を生む、闘争を生むとされています。戦争は大義名分が掲げられますが、実際は欲望のままに行われるものだと思います。必要のない恐怖心や嫉妬心を感じ、煽り立てて戦争をするために戦争をする。いろいろな戦争を見てみると、ほとんどがこういったことが原因のように感じます。次は、人外です。これは先ほど出てきた4つの境界、地獄界、餓鬼界、畜生界、修羅界、こういった境界が表面上は収まっていて、平穏な状態を表す、そういった境界です。つまり、怒りにまみれていたり、欲しがっていたり、嫉妬していたり、とても悩み苦しんでいる、そういう時には人外ではなく、こういった境界が表に出てきているというわけですね。確かにそうかもしれないし、仏教というのはそういった点を明確に指摘しますから、本当に厳しい教えだなというふうに思います。それから最後が、天外です。これは先ほどの人外から抜けて優れた快楽を得る境界だと言われています。ところが仏教ではとても良い心地でいてもそこはまだ迷いの世界だと説きます。儒教に精進環拠して不全をなすという言葉があります。精進、小さな愚かな人物は暇がたっぷりあるととかくよからぬことをするものだと。そういう意味なんだそうなんですね。愚かな人は、いとまがると、暇があると悪いことをするというのは、これは真理だなと思います。まるで自分のことを言われているように感じまして、適度に忙しかったり、夢中になれることがあるというのはとても良いことだと思います。特に若い自分にはあまり暇にならないというのはいいことだと思いますね。ですから、天外というのはまだ迷いの世界、六道のうちにあります。ですから、この六道のような境界から抜け出たいというのが、いわゆる下脱になります。ところが、さらに仏教の厳しいところは、抜け出た先に落とし穴があるというところなんですね。この六道輪廻、六道から抜け出た先にあるのが、こちらも以前お話しした姿勢である、正門界、円覚界、菩薩界、仏界です。この4つの境界ですね。この姿勢は六道を抜け出たのですが、正門界と円覚界の二乗は、要不成仏とされてしまいます。その二乗を救うために、これから法華経の教えが説かれていくわけですね。
ということで、話が長くなってしまったんですけども、東方の国土世界には私たちと同じような六道の衆生がいるということです。これが随想ですかと思われるかもしれませんが、どんな世界にも私たちと同じようなものがいる。私たちと同じように苦しんだり、悩んだり、怒ったり、嫉妬したり、そういった人たちがいるんだっていうのは一種の気づいとも言えますね。ただ、どこにも同じような人がいるって思ってしまうと、ほっとしてしまうようなところがあります。けども、それはいけませんね。そういったいろんな人たちが同じようにそこから抜け出たい。また、その悩みや苦しみと向かい合って生きていかなければいけない。そういった状況にあるんだというこの随想なわけです。さて、次の随想は、見諸仏随です。東方の国土世界にも仏様がいらっしゃるという、そういう随想です。自分のところだけではなく、他の世界、ここでは東方の国土世界にも仏様はいらっしゃるわけです。そういう随想ですね。悩んでいる人だけではなくて、ちゃんとそういう人たちを救おうとしてくれる仏様はいらっしゃる。そういう随想です。次の随想は、文殊仏説法随です。これは仏様の説法を人々が聞法しているという随想です。私たちと同じように説法を聞いているんですね。別の世界に迷いの衆生がいて仏様がいる。だけど、その衆生たちが仏様の説法を聞いていないと、私たちとの共通性はありません。ちゃんと同じように仏様の説法を聞いている人たちがいる、衆生がいるというわけですね。次の随想は、見四種得道随です。こちらは四種、前回もお話しましたビク・ビクにウバソク・ウバイという男女の僧侶や在家の信者さんが得道する、悟りを得ているという随想です。仏様の説法を聞いて、先ほどの六道から出て悟りを得ていくわけですね。次の随想は、見菩薩修行随です。東方世界にも菩薩様がいらっしゃって、菩薩の行をされているという随想ですね。菩薩様が慈悲の修行、諸行を行っているわけです。そして最後の随想が、見仏涅槃随です。仏様が涅槃を迎えられるという随想です。涅槃というのは煩悩を滅するという意味もありますし、亡くなっていく、命を終えていくという意味もあります。ここでは仏様が亡くなっていかれる姿を示されるわけです。それが随想ですかと思われるかもしれませんが、安穏に亡くなっていくことができるというのはとても喜ばしいことですね。そしてこうやって涅槃の姿を見せるというのが、後に説かれる如来寿量本につながっていくんです。というより、法華経全体を貫くテーマと言えるかもしれません。ということで、四度の六随と多度の六随を見てきました。こういうちょっとやそっとでは見ることのできない随想がたくさん現れましたから、説法の絵座にいた方々はとても混乱するんですね。混乱しますから、なんでこんな随想が現れるのか、それを解き明かす問答が始まります。それが文殊師利菩薩と弥勒菩薩の問答です。大変気になるところですが、それは次回のお話とさせていただきたいと思います。最後に、これで本年の法華経の話の動画の更新は終わりとなります。皆様には1年間お付き合いをいただき本当にありがとうございました。昨年の12月から始めた法華経の話ですが、私が思っている以上に多くの方々に聞いていただいて本当にありがたいことだと思っております。皆様の励ましをいただきまして、ここまで続けることができました。心より御礼を申し上げます。明年も
できる限りの形ではございますが、このシリーズを続けていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。それではまた。さようなら。